ウランジの D200X を購入したので、そのボタンを作ってます。一応、猫を大きな横長のボタンで歩かせてみたいと思います。これは自分で作った栗田用のスクリプト。それを使ってイメージを切り抜いてリギングできるようにします。今は島と関節に分けて、これも自動なんですけど、分けてくれます。島と関節に分けた後、改めて中身を読み込んで、いい具合に分割してくれます。で、この分割した番号を見ながら、間違っていたり、ちゃんと振り分けられてないところを自分で直さないといけないんです。今回の場合は耳がちゃんと島が認識できていなかったので I1 と入れました。これで、あとは全部入ってたので PSD にしてみます。これ PSD にしたんですけど、まあ大体良さそうなので名前をつけてセーブしたいと思います。栗田で PSD ファイルを作ったら、もうこれをカートアニメーターファイルにドラッグ&ドロップ、あるいはクリエイターのところでファイルを選択すれば、もうそれで動くようになります。クリエイトのファイルで、さっき作った cat0512 を開くと、もうこうやってリギングができているので、これに対してアクションをつけるだけです。アクションもカートアニメーターファイルにデフォルトでいろいろ入ってるので、その中から今はキャットランというので絞ったら3つ出てきたので、これをキャラクターの上にドラッグ&ドロップすれば、それでアクションが入ります。これを再生してみると、こんな感じですね。なかなかいい感じです。ただ、ちょっと足の部分と首の部分に余計なものが見えちゃってますね。これは後で修正したいと思います。実際に今左上にウランジド D200X があって、もう猫が歩いてますよね。あれを今作ってる。今、とりあえずラン走ってるやつだったので、これを、このアクションを消して、で、今、左上にあるように、猫が歩いているような形にしてみたいと思います。ここに、キャットワークと打つと、今、犬も出てきたり、馬も出てきたりしてますけど、これの、それらしきものを載せていきます。なんか、載せる位置がまずかったかな。ちょっとループが入っちゃってたんで、勝手に再生しちゃって、位置がずれちゃってるみたいですね。何やってんの再生すると飛びが出ちゃう感じかな。どうだろう。再生。なんかおかしな感じになっちゃったかな。これはちょっと直さないとダメですね。
ちょっと失敗作でした。もう一度作り直します。これは、さっき言ったように、足のところと首のところに余計なものが見えていたので、それをちょっと消し込みしたいと思います。ここは、さっきと同じで、島と関節を作ってあげていて、今ちょっと見られましたけど、関節のところに顔が入ってたりしてるので、あと、ヒップのところにも余計な関節がつかないようにちょっとしないといけないです。まず耳がないので、ここに I1 と打って、そして胴体ですね。胴体に I20 が入っちゃってたので、この I20 を消さないといけない。I じゃないか。J20。J20 を消さないといけないですね。ここですね。この J20 を消せばお腹に余計なものがつかなくなります。これで実行。PSD の形になって、ちょっと、はい、お腹に余計なものなくなりました。そして位置を回転させると、ちょっと隙間ができちゃうので、ここを穴埋めしないといけないですね。これをさっき隙間ができちゃったところが埋まるように少しペンで修正してみます。のりしろを少し大きく取ります。これぐらいで OK かな。そしたらあと首のとこですね。ヒップを選択して、このヒップ、ほら、顔が見えちゃってるので、ここを塗りつぶします。同じ色で塗りつぶしてあげれば、変なものが見えなくなるでしょう。これで OK ですね。じゃあこれをセーブして、動作確認してみますか。カートゥアニメーター5で、今のファイルを使ってアクションを入れてみて、ちゃんと動くか確認してみます。クリエイトファイルで今作ったものを選択して、これで足とか回転させてみて、大丈夫ですね。隙間が出なくなったので。あと首ですね。首も大丈夫ですね。白い顔が出てこなくなりました。これで OK なので、アクションをつけます。こ
キャットランですね。キャットランにして入れてみると、足も大丈夫だし、首も大丈夫です。カートゥアニメーター5は簡単だよね。いろんなものが初めから準備されてるから、それを使うだけだったらすぐアニメーションが作れちゃう。良さそうなので、ワーク歩いてるのを確認します。スタートのアクションをドラッグアンドロップして、歩き続けるやつを2個とか3個とかドラッグアンドドロップして、そして余計なことしちゃったな。変なところに差し込んじゃいました。これだとうまく多分歩かないでしょう。なんか飛びが出ちゃってますね。これはタイムラインでのりしろ部分、アクションののりしろ部分を調整してあげないといけないですね。カートアニメーター5は、そののりしろも結構自動でうまい具合に調整してくれるんだけど、今みたいに自分でわざわざ失敗しちゃったので、これはもうダメですね。並べ替えます。これで隙間なく、重なりもそれほど多くなく、標準的な重なりになってると思います。これで再生してみると、今飛びが出たのは終わったところだから、終わりのところを少し後ろにずらしてあげます。まだちょっとペンの使い方がうまくいきません。まあ、こんなもんなのかな。OK です。ここで、レンダリングで GIF ファイルを作ったり、MP4 を作ったりっていうことができます。今はイメージの方で GIF に選んで、ここでいろいろ設定してレンダリングってすることで、さっき D200X のボタンに、あそこには GIF ファイルが設定できるので、大きさとかサイズは D200X のマニュアルに書いてあるので、その大きさに合わせてあげれば、ボタンにアクションのついた猫が、載せることができます。以上になります。